あ日本海マゼサーキットに来ました。日本海が見えます。別に暇なわけじゃないんだけど、今日はマゼサーキットの思い出を語ろうということで、わざわざ新潟県なんとか村まで来ました。ということで、このサーキット見てください。今日は誰も走ってないですね。後でちょっと走りますけれども、ここが俺の運転スキルを育ててくれたサーキットです。筑波サーキットでデビューしましたけれども、運転をうまくさせてくれたのはこのサーキットです。ということで、この上長の小山とちょっと後で話してみたいと思います。さあ、思い出のサーキットです。俺のことを育ててくれたマゼサーキットで、コース紹介しましょうね。
マゼサーキットのストレートにいます。マゼサーキットの場長の小山です。お願いします。このストレートってどのぐらいあるのこれ？まあまっすぐじゃないですけど、だいたい600から700メーターですか。いや、マゼサーキットって俺が一番最初来たの平成7年か8年のシルビア世界一。はいはいはい。もう25年前ぐらいだよね。小山行ったよね。いましたいました。俺だって雨の日そこでさ、スピンしてさ、ここにぶつかったんだよ。ここのガードレール。よく覚えてますね。ここにガードレールあったんだよ。ありましたね。でさ、あの頃の町長のさ、誰だっけ、あの怖い人。怖い人、島津さん。島津さん。はい。島津さんに俺怒られたんだよ。いや、あの頃のマゼサーキットの盛り上がり方って半端じゃなかったよ。そうですね。すごかったですね。何百台って来てたじゃん。はちょうどマサ斎藤がすごかった時代だよ。そうですね。もう全国来てましたね。ということで、このマゼの最終コーナーがすげえ攻略が難しいんだけど、グリップもドリフトも、はい。今年はどうなんだろう。やっぱりコロナの影響があるんだ。ありますね。あるんだ。はい。まあどこでもそうだもんな。はていうかさ、俺は今年なんかさ、マゼをまた、初心に帰って、い。はい。マゼをちょっと攻略して、はい。車の作り方をちょっとマゼ風にしようかなって。あ、いいですね。はちょっと秋口から、い。はい。何回かもうマゼに通ってはい車仕上げようと思ってるんで、で真冬にタイムアタックでそこそこのタイム、俺昔の1号機のスーパー1号で、まだブーがいた頃に、確か2秒0ぐらいまで行ってるんで、はいはい。あの時ストレートエンドで、スピードガンだった時は220キロでした。そうだよな、はい。そうそう、あれ測ってたんだもんな、はあれをちょっと抜けるぐらいの車を今ちょっと密かにい。やばいじゃないですか、220キロオーバーっていうと。ちょっと密かにたまには、今までは俺はほらお客さんと同じ目線の車で今350馬力60馬力の車で走ってるんだけど、今1号機があるんでやっぱり600馬力の車をちょっとだけ今年最後の方で走らせようかなと思ってるんで、マゼにまた来るから、その時は頼むよ。ありがとうございます。はい、というわけで日本海マゼサーキット、このサーキットはスキルを絶対育ててくれるからみんな通った方がいいよということです。じゃあね。はい、お待ちしてます。おーい。いやー、新潟といったらここです。懐かしいラーメン行ってみましょう。